少しかないんだけど、この間測っていただいて、はい、本当に出ちゃうよ、はい。ノートです。分けないといけないんで、はい、ある程度頭になる、それ、プールだから。はい。ノートです。失礼します。ノートです。はい。
よし
はい。
はい。どうもです。はい。腰を割ってちゃんと。はい。はい。走る。戻して。戻して。どうもでした。どうした。はい。はい。遠慮しなくていいんです。はい。お互いが強くなる。お前も強くなるという言い方してるんです。はい。お前も強くなりたいのに強くなりたいんだろ。はい。やっぱり残し方の勉強なんだから。はい。いっぱいやらなきゃダメなんだよ。はい。どうもです。お願いします。お願いします。はい。どうです。
こちらです。あ、もう。もう一個これははい。俺もう一個しっかり。これは持ってこない。はい。そうです。お願いします。はい、お願いします。お願いします。どうぞ。
これがトウモロコシたくさん差し入れでいただいたので、トウモロコシ、それを湯がくようです。はい。玉ねぎもいっぱいあるね。玉ねぎも、はい、差し入れでたくさんいただいて。スイカも。はい。すごいね、差し入れ。メロンもあります。メロンもあるの？はい。ハンバーグ焼いて。あ、その前にあれや。ラメ用のトレー切って。あれレース入ってる。タスクちゃんとすんだよね。タスクね。そういうところとちょっとしてですね。わかりました。はい。何か言ってました？何も言ってないです。何作るの？今日はハンバーグと、はい。牛バラブロックがあるので、それとカブでだし、和風煮込みみたいなのと、なんだっけ、バンバンジーです。先生はさ、体重をさ、はい、増やしていくのにはい、困った時はないの？あります。ある。体重が増えなかった時があって、うん。140キロまではすんなりいったんですけど、140まですんなりいくんだ。すんなりいったんですけど、うん。その次がいけなくて、140以上がいけなくて、おうおうおう。いくら食べても増えなくて、うん。で、まあなんか継続してずっと、まあなんか食べる量ちょっと増やしたりしたら、うん、1日で食べる量増やしたりしたら、うん。まあそのリミッター外れて、うん。制限なくなっちゃいました。それいつぐらいの話？それでも、3年前とかですか。3年前まではもうどんどん体重勝手に増えていって。そうです。140より上に行きたかったってこと？ 145とか5にしたかったけど、140からなかなか増えなかっはた。で、食事量をどんぐらい増やしたの？い。1日、まあ基本2食なんですけど、うん。4食ぐらいおー。食べて、うんうん昼飯食べて、うん。で、3時ぐらいにもうちょっとおにぎり食べて、うん。夜ちゃんこ食べて、うん。で、その後、またちょっと時間空けてご飯食べてってうんうんのをしてたら増えましたね。それはもう結構お腹いっぱいだけど無理して食べてみたいな感じ？そうですね。増やすために。はい。きつかった？いや、もうそんなですね。あ、そうなの？そんなに？そんなにです。でもお腹いっぱいだったんでしお腹いっぱいだし。ょ？うわー、もうそんな食いたくないっていう感じでから食ってたんじゃないの？まあでもそんな感じなんですけど、うん。お腹いっぱい幸せってなる。何言ってんの？そんな苦労してないんだね。いや、もう苦労してる人はいっぱいいると思うんですけど、僕はしなかったってだけです。でも分かれるよね。本当に太りやすい人とか、はい。太りにくい人いるもんね。高校卒業した時は何キロだったの125ですかね。あ、もう結構でかいかったんだね。そうですね。もう、3年生ぐらいからうん。行くって決めてたので、部屋に。うんうん。もうそこから増やし始めたので。ああ、そうなんだね。はい。どんぐらい増やしたの？決めてから。10キロぐらいですかね。おお、結構だ。115がマックスだったんですけど、うん。そこから10キロ増やしましたね。それはさ、でも、普通に家に、実家でしょ？はい。実家ではどういう風に体重増やしてったの？好きなものだけ食べてました。好きなものだけ食べてた。好きなものだけ好きな量を食べてた。食べてました。そしたら太りました。うん。何も参考にならないです。幸せ太りしてるだけなんで。幸せ太り。まあでも量は増やしたんだよね。増量だから。そうですね。やっぱあんまり食べないようにしてたんで、家では。あ、それまではね。はい。無理にというか、変に増やしても、うん。高校辞めた時とか、うん。どうするんだってなってたんで、うんうん。あんま食べないようにしてたんですけど、うんうん。入るって決めたら、うん。
まあもう我慢する理由ないんで。うん。でかい方が有利な場面多いしね。って思ってました。うん。それは全然僕より小柄な人でもすごい強くてうん。あんまり見なかったです。うん。なんとなくさ、その体感としては、こういうものを食べたらよく取り始めたみたいなのってあるの？米ですかね。米？僕家でもラーメンとか好きなんで、うん。ラーメンとかしかあんま食べてなかったんですけど、うんうん。米食べるようになってからすごい太りました。どのぐらい食べてたの？でもそんなっすよ。そんなとは。3合ぐらい。そんなじゃねえよ。一食三合なんでしょ？はい。人並みですよ。人並みじゃねえよ。でも炊飯器しゃもじでいくみたいな感じ？で、そんな家族いるんで。最近体重どうなの？体重はちょっとなかなか増えないですね。頑張って食べてるんですけど。なんかこの前ね、3杯食べてたよね。はい。食べてあれます。続いてるの？はい、続いてます。兄弟子に見てもらってね、ちゃんと食べてるかどうかみたいな。全然増えない。全然増えないです。今何キロ？ 28、128.6 128。ぐらいです。 8.6？ 128.6？ ぐらいです。何キロにしたいの？で、130キープしたいんですけど、あ、130台にしたいの？はい。で、あとちょっとじゃない？そのあとちょっとが増えないんですよね。もし行ったとしても、食べててもキープするのが難しいです。マックスは？マックス130ぐらいです。そういう壁って今まででも何回かあったの？いや、特になかったです。そんなに増えてきたけど、はい。初めて、初めて。それいつぐらいからこう、ぶち当たってる問題なの？1年半前ぐらい。1年半前ぐらいからもう、なかなか体重が増えづらい。はい。120後半ぐらいはずっとあるんですけど、そっからが増えなくて、で、行ったと思っても、行ってよしキープしようと思って頑張って食べてても、気づいたらまた戻ってるみたいな。どのぐらい食べてるまあとりあえずご飯はお昼3杯、夜も3杯食べて、あとは夜食食べるようにしてます。夜食ってどのぐらい食べてるの？夜食はそうですね。まあコンビニで、お弁当3つと、おにぎり3つぐらいです。お弁当3つ食べてんの？いや、例えるならそれ量。例えるならって量を例える。実際は何食べてんの？実際はデリバリーしたり、買ってきたり。で、量的にはそれぐらいだったの？量的にはお弁当3つって結構じゃない？そうですね。でも、損害しないと本当に戻っちゃうと思ってたんです。戻っちゃうと思ってるんで、頑張って食べてても。それだけ食べても太らない。昼と夜の間は何か食べてる？昼と夜の間は何も食べてないです。食べる時もあれば、眠くて寝ちゃう時もある。いや、さっきね、京田先生の話聞いてたら、はい。割とそんなにいっぱい食べてたら太ったみたいな。いや、やっぱ才能の差す太る才能。でも昼と夜の間もなんか食べてたって言ったですね、増やそうとした時は。本当ですか？食べる回数増やそうかな。1回であんま食べれないんで、食べる回数増やそうかな。4回ぐらいにはしようと思ってます。入門の時何キロ？123ぐらいですね。もうちょっと増えてるんだね。気づいたらそのぐらいの体重に落ちてたんで。それにはちょっと怖いですね。もう食べ続けなきゃいけないってことだね。休みの日も1食でも抜いちゃったらもう、体重
めっちゃ落ちてるんで。うーん。いつも朝ごはん食べないですけど、うん休みの日は朝ごはん食べるようにしてます。うーん。古賀は同僚で苦労とかしてる？まあそうですね。大阪が一番取ったんですけど、127まで行ったんで、 27。はい。うん。あ、それがもう最高？最高。おお。今、121か2ですね。だいぶ減ったね。そうなんです。理想は何キロに行きたいの？ありそうです。まあ130か140ぐらいですね。 140？ はい。じゃあ結構増やさなきゃダメ。そうなんです。大阪はなんでそんなに増量できたの？あれですね、レトルトカレーとうんカップ麺がうん夜食用で師匠買ってくれたんですよ、うんいっぱい。で、僕それで夜米勝ち盛りに、うんそこレトルトカレーかけたやつと、うんあと、鴨そばがあったんで、鴨そばのカップ麺と、うん豚まんの差し入れあったんで、うんそれ4個食べてました。うんそれ毎日食べてたんで、うんめっちゃ太りましあ、じゃあちゃんと食べたら太るタイプだ。ちゃんと出やすい。た。体重にまあどうなんですかね、はい。まああんなに食べたらさすがに太ると思うんですけど、じゃあそれぐらい食べればいいってこと？はい。ちょっと、そう、食べたいんですけど、うんなんていうんですかね。東京ではそれぐらい食べれないの？なんか、あんま言いたくないんですけど、年っすか。なんだ年ってちょっと胃袋ちっちゃくなってる気がします。いやでも大阪で食べれたんでしょ？それ3ヶ月ぐらい前だよ。ちょっと前なんじゃないの？まあそうっす。マジでマジそのさ、一番増えた大阪ではさ、はい。で。から12分まあ、昼ちゃんとか食べて、はい。昼と夜の間は何か食べてたの？まあ、食べて、カップ麺1個食べたぐらいですか。たまにはい。夜またちゃんと食べてから夜食が結構多めだったって感じ？あ、そうですね。夜食、だいぶ多めでした。だいぶ多めって分かるように言うとどれぐらいなの？米3、4合ぐらい。 3、4合？夜食で？はい。すごいじゃん。そんな食べてたの？ほんと？ 3、4合食べてたの？全部ですよ。その食べたやつ全部合わせたら。大体、食べたやつ全部。俺おかずとか全部トータルして。おかずも米に換算した？はい。どうやって？大体です。ほら見てるとさ、なんか好きなものいっぱい食べれていいなって思うけど、増やす方は大変なんだよね。大変です。カロリーとか気にしなくていいなとかは、やっぱ思っちゃうけどさ。なかなかね、大変なんです。食トレっていうもんね、食べるのも稽古って。僕好きなもん食べても太れないから困ってるんですよ。もうほんと苦しいっていう感じ？毎日。毎日苦しいです。うん米3杯。いや、本当に、うん最後の3杯目は本当に本当に苦しいですね。もう4杯いくしかないね。 4杯いったら変わりますね。じゃあ4杯。多分そのうち気絶するっす。お腹苦しい。いいっすよね、なんかいっぱいそんな食べなくても太れる人は。この間俺3杯食ったけど5分でもしたじゃあ食べれる量が違うかでも、慶賀にはその分ね、身長とか、ら。はい。手足の長さとか、個性であるもんね。リーチがいいですよね。無駄にリーチがあるんで。無駄ではないです。のす。おはようございます。お疲れ様です。親子丼作ったのね、上で。はいみんなでに。だけど、それ、ふりかけみたいに食べて、一品にならない。あ、わかりました。もんちゃんです。もんちゃんです。もらっていい？わかりました。はい。本当です。ここもう、やっぱ髪生えてくるね。いつでしたっけ ?4 月の終わりか、5月ぐらいやったんで、もう、あんまり映さないでください。あれ切るわ。もう今度だいぶ出てる。やばいっす。
ポが体感的にこれ食ったら太るっていうのはなんかあるの？ちょっとやっぱり、太りやすい。米めちゃくちゃ食ってる。うん。僕は米だと。うん。じゃあ、米の量をちょっとずつ増やしていってみたいなはい、でも感じ？いや、最近はあれですよ、銀座のちょっとちっちゃいやつ、まあまあ、そう茶碗の中でも、一応一番大きいやつ食ってる。それを何杯2杯です。で、多くて3杯です。もう3いくん？はい。うまい。うまいです。できました。味噌鍋完成です。で、味噌鍋。はい。こっちで豆腐と油揚げいきます。よし。やっぱでかいよね。なんかふと思う。やっぱでかいなって。僕は、そうですね。身長が 70？ 3、4ぐらい。3、4。怪力だからもう。あ、最近よくうん。大きくなったって言われます。体重変わってないんですよ。あれでもこの前なんかちょっと減量してなかった？しましたっ退院してから。け？入院する前ですかね。入院する前は減量したんですけなんで？ど、その手術大変なんで、大きいと。大きくて足がちょっうん。と普通の人よりちょっと大きいんで、うん。その手術する先生がうん。持ち上げるのが大変らしくて、うん。僕も意識ないんで、うん。その何キロあるんですかね、3、40キロあるんですか、片足？どんぐらいだろうね。でその手術が大変っていうそれ持っとくのが大変なんだね。でその移動させるだけで時間かかっちゃうみたいな、まあ、あとは復帰した時に体重重いと動きづらいので、それで病院ではどんぐらいやってたの？病院で行く前に。行く前が159でした。 59？めっちゃ太ってたじゃん。で、退院したら160でした、なんで増えてんの？そのすごいいい病院でお相撲さんだから、その量少ないでしょって言ってどんどん増やしてくれて、お稲荷さんとか、他の人は2つ3つなんですよ、10個ぐらいあったそれで、その本来の目的とは別で帰ってきちゃいました。増量しちゃった。増量しちゃいました。160で、じゃあ退院してから痩せたってこと？退院してから痩せましたね。153くらいだった気が、155かでした、今が162です。62今の？でかっ。いいね。幸せに太れてるね。幸せです。ネギです。いいですね。ね。そういうタイプの人もいるもんね。はい。本当申し訳ない。申し訳ない。お、すげえ、飲んでる。この子うまいね。いい色。これを炭火で焼いて醤油かけて。醤油バター。醤油が。うまいね。汗だくだね。あれだけ。ちょっとか。友達さん。
全然いやこういうの油とかいっぱい食べたらね、太れそうだよね。そうですね。はい。友さん、さっきのつかみどこやったっすか？あ、ここ置いてある。ここ。今、干しやとこ。スプーンでしょ？いや、つかみっす。つかみ？何言ってんすか？さっき、それ、ある、あそこ。あ、直樹さんあります。鍋つかみですって言ってんのに。そこ。どこも箸置き。う、ああ、もうなんかやる気失せてくるわ、そう言われると。何ひどいですか？こんなもんか。だからもう万全かな、足は。見ててどうですか？万全でしょ？ジャパンです。なんかあれ、もう大丈夫ですかね。まあ、気にはなるだろうけど。はい。あれ、もう、そうですね、気には少しはなりますけど、まあでもある程度もう大丈夫ですね。1個で。今日あれだね、甲賀は、ラキに胸を出してもらってたね。はい。あれはどういうことなの？菊池の胸出しの練習です。ああ、そういうこと？確かに初めて見た。はい。最近練習してるみたいです。やっぱ胸出しも、なんかいろんなコツがあるの？まあそうですね。土俵際の残し方とか、足の使い方とかで、相撲取ってても残れるようになったりするんで、その俵で足止まったりする。そういう面でぶつかり出したりと、その土俵際の残りがちょっと上手くなったりとかします。じゃあちょっと次のステージにそうです。行き始めたんだね。はい。なんか遠慮するなとか言われてたよね。はい。それはなんかもっとちゃんと耐えるとかそういうこと？でもそうなんですけど、甲賀さんが押してるじゃないですか。で全然押してないのに下がってたら、自分の練習にも、残す練習にもならないし、押す練習にもならないんで、それで遠慮するなって言って、もう押し戻したりとか転がして、もう次もっとちゃんと押せよっていう遠慮するのは。キャベツきれいなやつとさ、キャベツこれにちょっと水入れると、玉ねぎが早く火取るらしいです。めっちゃいい匂いじゃん。めっちゃいい匂いじゃん。うわ、めっちゃいいやつ。これで焦げないようにちょっとずつ混ぜて、玉ねぎに染みたら甘みになるんです。うまそう。何さん？誰が作ったんですか？誰が作ったんですか？めっちゃいい匂いするね。しますね。何誰ですか？マスト。
ニンニク飯とかね。はいニンニクZ ですかおお。何書いたのこれ。木。巨田さんの今日着出してあげるってご飯いかないどうぞいらない今ハンバーグ食べですいいこれどこですわあ。あ、美味しそう。うん。美味しそう。できました。できました。でもみんなお相撲さんだからね。食えるでしょ。うまそうみんなお相撲さんだから。食えるもんね。はいそんな一本で足りたっすかこれ2本だけ。俺この前やるもうちょいこっちにやってて。今日めっちゃ豪華っすね。多いね。とかって飲んでいいんだっけあ、今いいって言ってたやつオレンジジュースと水飲んでるやつ。あれ、オレンジジュースから飲まなかった。うわ、3杯いけるな。ありがとう。ちゃんです。ちゃんです。よっしゃー。直樹さん、直樹さん、はい。今日一テーブル何人想定ですか？3、4人。で、こっち4人。こっち。うわー、しゃー。2人。で、ジャスティーの分残してもらって、皆さん、今井さんで、俺出るんですよ。で、遠藤降りてくる。あ、今日3334。 3334。今までありがとう。これ直樹一から作ったやつですわ。力ではない。なんかこれこのハンバーグあれ？三田さんの？うん。うまっ。これうまいな。はい。うまっ。それ何部屋のやつそれ。竹熊それも竹熊部屋な。めっちゃ体に優しいな。直樹さんどれ作ったんですか？ネギトロかな。マジか。ネギ混ぜ。煮物。うわ。なんかこれ誰が作ったの？どれ？おかみさん。上の。うん上で作ってくれてたの？うん。あっちか。稽古中ともしが持って行ったじゃん。あの時。うまい。優しいのつけんだよどんな回しますか？回す。結構余ってるんですか？水分取りたくない？虫が多いから。ああ。なんだ、明日やっけな。足ケーキ何するんだそれ。何ですか。あるさ。パラパラ講習会あったし。パラパラが流行ったし。パラパラ講習会ってあったし。最新のパラパラを習得する。美味しいです。まあ、その道には精通してる。
いかんですです。で俺も思ったうまくね教習所でご飯食うときって食堂行ってくる。あれ食ったの食ってなかったのでも何ちょうどコロナ禍。ああ好きな人横食べちゃダメですか？ダメ稽古して勉強して風呂入るとき走りとかおいしい。やっぱこの机なんかうれえなはい。今日スイカある。両方出す。あんたも夜メロンか。いい、どうぞ。あ、はい、僕と、僕が正面で立証通路の大手は、ということになりました。あ、はい、わかりました。それちょうだい。使うの入ってるこれ。俺も鳥肌立つどうだってさ味付けともし到着ですほんとだよ。カニラーメンの。カニラーメン多いかどうですか？何からでいいか。自分2で行きまし10でいけよ。それごっちゃしてもらったの。ごっちゃしてくれたの。た。はい。結構コミュニティ広いんだねやっぱり手広くまず同じ一問かたまにバズあそこいるっすよ。なんで東條先生とご飯よく行ってるらしいはい。なんていうのバーあれ何あれ居酒屋居酒屋あそこ食堂どこだよ食堂の奥です。うん食堂の食堂の奥です。わかんねえよ焼肉屋があるのはわかるけどあそれのもうちょい奥そっち方面弱いんだよねそれはまあ金町最近亀有は強いですか弱い弱いです師匠亀有強いですよねかなり強い俺亀有に弱いんだよね
あの鉄板。でもさ、多分。えのとサイクリングしたの。2軒目はまとめてやったらおかえり。おい。4人もいるんだよ。全員でやってる。はい。いや、米持っておいた方がいいよ。それはいいよ。二つがこんなにあったらさ、おかず、米切ってるから、ネギトロのこと米だけ食えるくらい。ちょっとだけいくか。これってね。どうもこんにちは。じゃあね。雨降りそう？まだ大丈夫。夕方降る。今日はどこ行こうかな。11時に出勤したね。いい出勤する。これで行くんだ。新大久保から。いや、新大久保じゃなくて、僕、コリアンパーティーめっちゃ美味しいです。恋したらうまい。あ、うまい。濃い、お願いします。うまい。こないよ。ディーゼルの場所を借りる。今日品数が多いだけで普通なんですよ、量。こんな感じなんですけど。けどこれ全部かじるよね。今日見えなかった、見えなかった。見えなかった。代わりに全部。いいですか。そうね。ゼロキュ98円。こいつ98円で、あれですか。それ、食出しじゃないですか。なんで見せてくれないんですか。気になるじゃん。ノリノリっすね。これね、下に出したい。最悪やね。俺は上手にさ、ねえ、なのにもこれだってやる。日本系にある映像見せよ。それはあそこ半10万コースですよね。最初のでものですこれ。あと焼き魚
でも大体それぐらい30します。やば最近じゃない。遊んでたな、なんてね。今趣味にお金いっぱい使ってるね。今釣り趣味釣り行ってたっすよ。でこの間も行ってきた。20匹ぐらい釣ってるね。そんな、俺って想像してる。何するの？何するんですか？で今日から行くんですか。もう全泊しちゃう。今日は新宿いるはずがない今思ったら。野営しちゃう。それあったらもしかしてご一緒させてもらえるんですか。おい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 、全然いい。じゃあ全然入場料取る。テントの入場する。それ何本ですか。ゲスト使って2000円。よかまあ、これで全部確かとかで、それで一般の素人の方がそれは本当にライアンガレージだったら10分ぐらい入ってた。アルマントめっちゃ半分します。これじゃないですか。市場からさ、ステーキハウス行ってさ、さっきワインもはいって3倍ぐらいベルベルがウイスキーでロックでいっちゃうんですけど、2杯ぐらいで死んじゃうから。ここに来る。ラーメン。切る。目見てくってことです。であれこっつくっすよ。つくよ。派手だろ。やっぱ見るね、すごい見る。
ああ、あれですね。あの歌確かいい。あれでしょ非常にな武器になったでしょそんな長いことやったらこれは次サーブがどっちかが負けて3年4年間ちゃんと学んできてる関西でちゃんと関西の連れだと学んできてるこれで食べるのがあるんですよないよシャンパンこの長崎で逆にくれもう腹いっぱい。美味しい直樹。直樹美味しいよ。角度がおもろかった。2杯目かこれ。タンボックス死んじゃうがいい。ダメなの？いやいやいや。手が欲しいのか。はい、どうしよう。どうぞ。お願いします。お、上ちゃん、ようこそ。お待ちしてました。お預かりします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お預かりしますっていいですね。お預かりしますですよね。大切な息子さんを。ない息子なんですけど、はい。迷惑かけると思いますけど。頑張ってね。はい。お家になるんで。一生懸命精進させていただきましたので、よろしくお願いします。